こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お名前から自己紹介をお願いいたします。はい、池川明と言います。産婦人科をやってます。横浜で開業医で、今はお産は使ってないんですけれども、診療だけやっております。池川先生は体内記憶研究の第一人者でもありますけれども、体内記憶というものについて少しご説明をしていただきたいのですが、お腹にいた時とか、あとは生まれてすぐ、記憶がないはずだという時期に持っている記憶を生まれた後で喋るという現象を体内記憶というふうに呼んでるんですけれども、子供たちに体内記憶ありますかって質問すると、受精する前の話とかですね、前世の話も出てくるんですね。ですから生まれる前、もしくはその周辺の普通だとないような不思議な記憶という捉え方で体内記憶というのを説明しています。先生がその研究をされてどれくらいでしょうか？2000年から調べてますので、もう23、4年くらいになるんでしょうかね。その研究を始められたきっかけというものは？生きがいの創造という本を読んで、太閤催眠から書かれている本なんですけども、お腹の中にいる時の子供の記憶が生き生きと描かれている本だったんですね。それを見て、産婦人科医では、ほとんどの人が子供に記憶がないというふうに考えているんですけれども、いや、そんなことはないかもしれない。もしかすると記憶があるのかもしれないというふうに思い始めたのが、ちょうど1998年頃ですかね。その頃から、そんなことに少しずつ、興味があるので調べていたということになります。先生のご本を読んだりお話を伺ったお母さんたちはどんなお気持ちになられますか？自分で良かったと思う方が多いですね。生きづらかったのが生きやすくなったとか、心の変化が結構起きる方が多いみたいには思いますね。きちんと育てなきゃと思ってそうですね、厳しくしちゃうっていうパターンが多いんですよね。そうですね。そのきちんとっていうのがくせ者で、そのきちんとはお母さんのきちんとではなくて他人から見たきちんとなんですよ。他の人に恥ずかしい思いするとかね、お母さんがダメな親って言われたくないためにいい親って言われたいとか、あなたのお子さんは素敵ねみたいなこと言われたいがゆえに、他人への評価を良くするためにやってるんじゃないかと思うんですけど、他人の評価はある意味どうでもいいんじゃないでしょうかね。お母さんお父さんが子供さんが成長していくのを喜んでいるだけで、本当は子供って嬉しいんじゃないですか。でもやってみなきゃ分かんないですよね。散々やってみて何もしなくてよかったんだって気がつくのはみんなそうなんじゃないですか。いろいろあれこれやってみて失敗っていう経験が人間を豊かにするので、悪くないと思いますけど。先生、いろんなお子さんだったりお母さんだったりのお話を今まで聞かれたと思うんですけれども、取ったアンケートは1万以上超えてるんですけど、かなりの数は聞いてると思いますけど、その中で体内記憶を持つお子さんっていうのは何割ぐらいいらっしゃるんでしょうか？私のデータでは3割ですけど、意味を語る方だけではなくて、単にお腹で気持ちよかったよとかいうだけの子も結構いるので、何のために人間は生まれてきたのかなっていうようなところ。それはもう子供に聞きましたけど、人の役に立つためにもう間違いないですね。全員と言ってもいいと思います。必ずしもお母さんが幸せにならなくても誰か一人でもいいのでね、お役に立てたとすればもうそれでその人の人生は良かったんじゃないかなと思いますけど。ご飯食べてますよね。で、生産者の人がいるわけじゃないですか。その人は買って食べてくれる人がいるから成り立ってるわけだし、皆さん服着てますよね。服だって作る人がいて買う人がいるからアパレル業界が成り立つので、もう生きてるだけで人の世話にならずに人の役にも立たないなんていう人は多分いないんですね。全員役に立ってると思います。ちょっと生きづらさを抱えた方とか、もう生きているのが辛いなんておっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけど、損感情とか自己肯定感とかいったようなものっていうのは本当は親からもらうものなんですね。で、残念なことに親がそのあげ方を知らなかったということではないかと思うんですが、基本的にはこの3つがあれば生きづらいってことはないだろうと思うのが、一つは自分がいていいよという存在の需要ですね。他者から見た存在の需要、自分自身が許容してもいいんですけど、それと絶対の信頼感ですね。条件付きの信頼ではないんですよ。無条件に大丈夫という信頼、それからあと応援する、自分が困った時に助けてくれっていう助けを手を差し伸
出てくれる人ですね。通常は子供の時は親なはずなんですけど、残念ながら親がそうでない方の場合はおじいちゃんおばあちゃんとか近所の方でもいいんですけど、この3つが揃うとね、存在の自を信じる、応援するが揃ったら生きづらいはずはないんですよ。ところがこの3つのどれか1つでも欠けると生きづらくなる可能性があるし、3つともなければ相当生きづらいですよね。だからその方たちに問いかけてみてほしいんですけど、あなたは存在を否定されていませんか？重要されてますか？自分自身がね、この世にいていいと思ってますか？それとも他の人からあなたがいてくれて私は嬉しいって言われてますかっていうのが一つ。それからあなたのことを信じてくれる人がいますか？もう最大に信じるとやっぱ柱のメロスの世界だと思うんですよ。もう友達を待たせて日暮れまでに帰ったら、その友達は殺さないけど日暮れまでに帰らなかったら殺してしまうと。で一瞬ちょっとメロスが帰るのちょっと遅れたらいいかなって一瞬思うわけですよね。でもそれじゃいかんって言って日暮れまでに帰るわけですけど、そういう友達に殴ってくれと僕は一瞬思ってしまった。帰らなくてもいいかと思ってしまった。それでは友達が僕も殴れと、君が帰ってこないんじゃないかと一瞬疑ってしまったっていうので、王様がそれを見て感激したっていう話ですよね。最大限に行くともその条件のない信じる、お前だから信じるんだっていうことをもし誰か一人でいいんです。一人から言われてたら生きづらくならないですよ。おそらくその方は誰からも言われてなかった。言われてるかもしれないけど気がついてなかった自分で、むしろ否定してたみたいなことがあるんじゃないのかなと。あと応援するときは困ったとき助けてって言ったのに誰も助けてくれなかった。親すら助けてくれなかったっていう思いがもしかするとどっかにあるのかもしれない。そうするとやっぱり人間は生きづらいですよね。この3つがあればまず死のうなんて思わないですよね。じゃあその子供の時思い出してほしいんですけど、死のうと思ってるあなたが大きくなった時に誰がそこまで大きくしたんですかっていうことはちょっと考えてほしいんですよ。子供は生まれる時 100% 親を信頼してます。信頼してるからその人の元に生まれようと思っている。なぜかというとお腹の中では全く無防備だし、産んでくれるという意思がなければ自分は生まれてこれないわけですよ。で生まれたとしてもその子を育てようという意思がなければもう死んでるわけですよね。おっぱいミルクはもらえないし服も着せてもらえないし、しかも会話をしているから話しかけてもらったから大きくなってるんですよ。フレデリック2世の実験っていうのがあって、一切話しかけない子供たちを作ったという実験があって、1年経たないで全員死んでしまったという話がある。ということはあなたが大きくなったということは必ず誰かあなたに話しかけてる人がいたと。もう必ずお腹の中から愛されていたんですよ。お子さんは親を選んで生まれてくると親選ぶし 100% 信頼してます。だから死にたくなるあなたも 100% 親を信頼して生まれてきたのに、自分の信頼に応えるようなことはされなかった。でも親なりに精一杯頑張ったんですよ。その結果生きづらくなるあなたにはなったけど、それなりの親だって頑張ったんですよ。そうでなければあなたは存在しなかったわけ。あなたがそこにいるということは愛されてたんですよっていうことなんですよね。私の周りにも不妊治療をされている方いらっしゃるんですけれども、アドバイスみたいなのが。不妊治療は相手があるっていうことを忘れているのかなっていうふうには思うんですけど、相手というのは赤ちゃんですよね。お母さんが子供欲しいことは分かります。でもその来た子供がその自分を見てお母さんにしたいと思っているあなたなんですかっていうのはちょっと考えてほしいですね。だからやっぱマッチングですよね。赤ちゃんがこのお母さんがいい、お母さんもこの赤ちゃんがいいって選ぶならいいんだけど、お母さんの場合はどの赤ちゃんでもいいなんですよ。この赤ちゃんじゃなきゃダメだから、この子を産んで大きくなった時にこういう風にしてあげるからあなたじゃなきゃダメなのではなくて、誰でもいいから来てっていう方が多いんじゃないですか。妊娠さえすりゃいい。結婚する時に私結婚したいからって通り歩く男の人に女の人が端から私結婚したいです、結婚しましょうと言ってる感じですよね。あなたとなら結婚したいって言われたら考えるけど、誰ともいいんですって言われた時に、不妊治療やってる方は赤ちゃんに対してそういうようなことを思ってませんか。それは赤ちゃんに対して失礼じゃないですか。ただ科学的な考えでいけば精子と卵子一緒になれば妊娠するから、そんなの関係ないよっていう人たちが圧倒的に多いんですけど、体内教育はそういうことは言わないんですね。ちゃんと目的があってお母さんを選ぶ。お母さんも赤ちゃんに来ていいよと許可を出す。
この2人の合意がないと妊娠をしないんですよって考えるので、そういう話になるんですね。だからあなたは科学を信じるんですか、それとも科学じゃない方の、世界があるのを、信じなくてもいいんで知ってますかっていうことで、かなり違うと思いますけどね。目に見えない世界のお話っていうのが、医学界というか、周りのもちろん嫌いですよね、こういう話はね。医学系とか科学の人は怪しげとかね、とんでも医者とか、そういう言い方しますよね。だからこれね、宗教だと思っていいと思うんですけど、科学教っていう宗教の信者なんですよ、皆さん。で、一方自然がいいスピリチュアル系の自然教っていうのがあって、科学はダメだ、自然ならいいっていう宗教がまたあるんですよ。宗教対立なんですね。私の場合はどっちでもいいじゃんっていうね。いや、科学信じてもいいし、自然信じてもいいし、そのハイブリッドで両方いいとこ取りゃいいんじゃないのって思うけど、宗教の世界ではそれが許されないんですね。不信心って言われちゃうんですよ。だからそんな宗教ならなくていいよねと思うんだけど、皆さん真面目に科学教という宗教に信者ですね、圧倒的に。だからお母さんはなんか自分が一人にされて寂しいって思ってるんですよ。赤ちゃん抜けてるんです。赤ちゃんと2人で寂しいねはあるけど、お母さん一人ぽっちで寂しいって、赤ちゃんいるのどうして、赤ちゃんと話したら寂しいなんてないでしょって思うんですけど、割と多くの方が病院なんかでね、特に休患さんが入ってくる病院だと、助産師さんも誰もいない中で一人で産まされたっていう人いるんですよ。なんで2人で静かに産んだって言えないの、なんで1人なのって思うんですけど、赤ちゃんが抜けてるんです。それが科学教なのでね。そりゃ赤ちゃんに意識があったらそれ嫌ですよね。でも意識があるということすら認めないので、全然平気な人たちが多いです。赤ちゃんと会話しながらっていうのがいいですよね。もういるのが前提で。だからこれはね、死んだ方も一緒ですよ。亡くなったのに生きてるかのように話すってあるじゃないですか。身内の方とか親しい人が。それで多分いいんだと思うんですよね。生きてるだけが全てで、死んだ後の世界ないとかね、生まれる前の世界ないってやると本当に優越的なものなんですけど、いや人生ってそういうもんじゃないよね。お母さん選んでる魂もあるし、死んだ後も魂は残って、生きてる人とのコミュニケーションも取ろうとしてるんじゃないのかなとは思いますけどね。もっと話しかけてあげたりとか、信頼して語りかけるっていうことは大事なことなんでしょうか。語りかけるのもそうなんですけど、赤ちゃんが何を言いたいか聞き取るっていうのもすごく大事で、赤ちゃんに話してねって言うと一方的に可愛く生まれてねとか、この日生まれてねってオーダーする方が多いんだけど、赤ちゃんが何を言ってるか聞き取ろうとする人あまりいないんですよね。何か言ってるんですか？言ってます言ってます。聞くゲームっていう、お腹を蹴ってイエスのぐらいの返事はするし、ご飯使ってくるんですよ。だから例えばご飯食べたい時に急にハンバーグのなんか匂いとか映像を見せて、急になんかハンバーグ食べたくなったねって言って食べたら、赤ちゃんがそれは食べたかったもんだとか、ラーメン食べてる時チュルチュル頭に麺が当たってどうだったとかなんか言う子もいましたし、お母さんと一緒にご飯食べてるみたいですね。そうなんだから赤ちゃんの食べたいものもあるんですよ。で食べてほしくないものもあるんです。その赤ちゃんが食べたくないものっていうのはやっぱり体に悪いものなんでしょうかね。そういうわけではなくて、チェーン店のフライドポテト好きなんですよ。体に良くなさそうなのに、それ赤ちゃんが食べたいんですって、それが。ということもあるし、体にいいものを食べようと思っても受け付けないとかね。だからそれは赤ちゃんいらないよって言ったりとか。お腹に赤ちゃんがいるといいものばっかり食べなきゃっていうような、それを赤ちゃんに聞いた方がいいですね。これ体にいいんだけど食べていいかなとか聞いて、だいたい赤ちゃんがお母さんがいいっていうものは好きなんですよね。あんまり過敏にならず、赤ちゃんと対話しながら、赤ちゃんと常に対話して、やってるうちにね、なんか分かるんですよ。分かる気がするんだと思うんですよ。本当に分かってるかどうかは別として、会話する気になってくるんですよ。でも夫婦もそうでしょ。お互いに言いたいこと分かってるわけじゃないけど、なんとなくうまくやってるじゃないですか。それと同じで、赤ちゃんも言いたいことあるし、お母さんも言いたいことあるし、それをお互いに譲り合いながら、相手を尊重しながら、でも自分のやりたいことをやるっていうことが大事なんだと思うんですけどね。少しゆとりを持ってリラックスしながら、赤ちゃんと向き合う時間っていうのが大切ですね。もう絶対その方がいいですね。体にいいものとか決められたものを食べるよりは、常に赤ちゃんと会話して、これ食べていいかなとか、これ食べたいんだけどいいかなとか言いながら選んで食べる方がなんかいいと思いますけどね。
体内記憶についてもっと深く知りたい方たちもいらっしゃると思うんですが、一般社団の体内記憶教育協会っていうのがあって、それは体内記憶という知識を知恵に変えようっていう講座が出てるんですね。で、基礎講座っていうのがあって、これ全国で講師が今200名超えてるくらいいるんですけども、それに出ていただくと体内記憶の世界観っていうのが分かると思います。この世界観が分かった上で今日のお話を最初から聞くと多分すごくよく分かるんですよ。子供たちの世界をちょっと知ると、体内記憶的な考えですけど知るとよく理解できます。自分が生きててよかったんだと思えるようになるんですね。いっぱいいます。親子関係が悪かったり自分がネガティブで死にたくなるぐらいの人たちも結構講座を受けられるんですけど、だいたい4回12時間終わる前に結構皆さん幸せになってますね。あと先生のご本とか YouTube も、いっぱい出てますので、どれでもいいので聞いていただいて、基本的には一緒なのでね、概要欄にご紹介していきますので、よかったらぜひお願いします。先生の今後のご活躍、夢とか。夢は、もう日本中の人が当たり前のように赤ちゃんと会話しながら笑顔でお産するっていう世の中になってほしいし、世界中の人が赤ちゃんは記憶あるんだよ、覚えてるんだよっていうのを知って、子供と関わるような社会になってくれたらいいなと思います。少子化で子供を産むと大変だとか私も周りも言ってるんですけど、子供と会話しながらお産すると、楽なんですよ。で、生まれた後もすごい楽なんですね。子供がまず無駄な気はしないんですよ。その楽な育児をやるとまた次の子供欲しくなるんですよ。少子化対策は産みたくなる人が増やせばいいんですけど、お金補助してきてもうコリゴリっていう育児をするようなお産の人にお金出したって子供産まないですよ。生まれてすぐに保育園に預けるお母さん結構いらっしゃるじゃないですか、お仕事で。私はむしろ畑に出た方がいいと思うんですけど、っていうのは子供を朝から晩まで一人の子供を見るっていうと気が狂いますよ。昔のお母さん多産で他の子も遊び来るし、自分の子も他のお母さんのとこ行ってたから、子供育てたとは言ってもずっと24時間監視するように見てはいなかったんですよ。ほとんど目離れてたんです。だからたくさん産めたんですよ。今の人たちは一人産んでじっと見るじゃないですか。あれやってたらね、気狂いますって。それだったらもう他の人に任せて仕事に出た方がよっぽどいいです。ただ問題は戻ってきた時に離れるのはいけないと皆さん思い込んでるんですよ。仕事に出るときは何時まで仕事でお母さんいないからちゃんと何時に帰ってきますって言っておいて、笑顔で帰ってほしいんですよ。会えた嬉しいお母さん最高に幸せぐらいに毎日ね、それやってたら子供は毎日嬉しいじゃないですか。お母さん仕事出たらこんな超ご機嫌で来るんだ、朝からいる日曜日ってなんか機嫌悪いぞと思ったらお母さん仕事行ってって言いますよ。機嫌がいいのがいいんです。いる時間が長くても機嫌悪かったらいない方がいいくらい。だから仕事行って帰るときは超ご機嫌で、嫌でもですよ、嘘でもね、嫌なことがあって大変なかもしれないけど、子供と会うときは今日一日ものすごい楽しかったよぐらいのこと言って会ってほしいわけですよ。で、その方が育児には絶対いいと思います。お母さんの目がかけすぎ、皆さんずっと見すぎですよ。子供としては息苦しいですよね。機嫌が外出て機嫌悪くなら行かない方がいいですよ。もちろん家にいた方がいいです。機嫌良くなるために外出るんですから。帰ってきてもう仕事やだとか大変だとか、それだったら行かない方がいいですよ。そうですよね。それだったら家にいて子供とずっと遊んでる方がいいですね。本当にそう思います。今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。どうもありがとうございます。今後のご活躍もお祈りしています。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。